H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。ヘッドダウンについて聞いたことがありますか？ようこそ。頭を下げるテクニックのほとんどは、タイで人気があり、ヘッドダウンまたはヘッドダウンテクニックと呼ばれ、毒に似ていますが、毒とは全く異なります。おまじないに当たった人は、不機嫌になったり、仕事に失敗したり、妻子と別居したり、良い子だった者が悪いことをするのが好きな子になってしまうこともあります。時間が経つと、命を落とす可能性もあります。頭を落とした人が亡くなった後、法医学者は何も見つけることができず、せいぜい心筋梗塞かその程度でした。では、どうやって頭を下げるテクニックを身につけるのでしょうか？頭を下げるには、多くの場合、その人の髪の毛、爪、または使用済みの物品を導入部として使用する必要があり、呪文を唱えるために呪文やポーションが追加されます。望む効果に応じて、クモ、サソリ、ムカデなどの毒を追加することもできます。降臨子には白の降臨子と黒の降臨子がおり、当然、一方は人を救い、もう一方は人を害する。今日は観客に本当の超自然的な話をするつもりです。タイの田舎の小さな村に頭目者と呼ばれる年配の女性がいました。彼女の名前はソランで、非常に尊敬されている白い頭のマスターです。彼女は様々な困難で複雑な病気を治療する専門知識で有名であり、村人たちは彼女に全幅の信頼を寄せています。しかし、この村には邪悪な人々もいます。かつて、ある若者がソランのもとに助けを求めに来た。自分は何かのまじないに遭い、そのせいで家族は不幸になり、事業は失敗したと主張した。ソランは注意深く彼に尋ね、爪と髪をチェックしました。彼女は何か珍しいことに気づきました。青年の爪には奇妙なハーブの香りが残っていたのです。ソランは、これが黒頭マスターの方法であることを知っていました。そこで彼女は黒頭主との心理戦を開始した。彼女は薬草や呪文を研究し、敵との戦いに備えます。このコンテストで、ソランは黒頭氏が唱える呪文と戦うだけでなく、若者をより大きな危害から守らなければなりません。数ヶ月後、多くの儀式と祈りを経て、ソランさんはついに青年のまじないを解きました。彼の生活は徐々に改善され、家族は円満で、ビジネスは順調に成長しました。村人たちのソランに対する尊敬の念が深まり、ソランは村の守護聖人となった。その話は村中に広まり、不滅の伝説となった。頭を下げる芸術に対する人々の信念はより強くなり、優しさと正義の力にもより注意を払います。この古代タイの村では、超自然的な物語の伝承が止まることはありません。投稿者の姓はスーで、私はマレーシア系中国人です。私の父はタイ出身の魔術師で、あらゆる種類の超自然的な出来事に対処することを専門としています。以下の物語は一人称で語られます。私の父は超常現象の専門家で、人々を困らせる超常現象を癒したり、解決したりするのが得意です。仕事をこなすだけでなく、アドバイスや助けを求めて人々が彼のところに来ることもあります。彼が問題に対処する方法は、タイの魔法に似ています。私たちが扱っていることの約 70% はヘッドドロップに関係しています。首落としには、狂気の落とし、愛の落とし、エロの落とし、さらには命を落とすなど、様々な種類があります。しかし、それらすべての中で最も恐ろしいのは復讐です。人が作った黒い呪文なので、首を落とされた人は大変なことになります。ブラックヘッドマスターは幽霊を召喚することであなたに危害を加えますが、時には一度に複数の幽霊が取り火を置くことさえあります。私の記憶の中で最も深い出来事の一つは妹に関するものです。彼女は高校生でとても美人で、通りすがりの男の子はよく振り向いて見返してくれます。彼女は高校生の時に凄惨な事件に巻き込まれた。ある日、彼女は突然極度の恐怖心を持つようになり、夜は不眠症になることが多く、日中は常に憂鬱な気分でした。父はすぐに彼女が殴られたことに気づきました。いくつかの調査と呪文の唱えの結果、誰かが彼女に復讐したことが分かりました。
父はあらゆる手段を試し、ついに妹に対する頭を下げることに成功しました。この経験により、私は黒魔術の恐ろしさを痛感するとともに、父をより尊敬し、信頼するようになりました。私はシャオバイという名前の少年に会いました。翔士郎さんは身長180センチと背が高く、とても優しい感じがします。付き合って半年ほど経った頃、突然父から電話がありました。彼は緊張しながら、私の妹が家出したと私に話しました。私の妹はとても行儀の良い子で、家族に強制されたわけではなく、自然と親孝行で礼儀正しい子なので、そのニュースを聞いた時はショックでした。私は手元にあるものをさっさと終わらせて急いで家に帰りました。帰宅後、母は仏壇の前で狂ったように泣いていて、妹が早く戻ってくることを願いながら泣いて祈っていました。お父さんは水のように深い顔をしてソファに座っていました。他人の子供が家出した話を聞くことが我が家でも起こるとは思いもしませんでした。結局、妹は家に連れて行かれ、シャオバイも同席しました。彼の両親、おじ、おばも話し合う必要があったためやってきました。母は私に部屋に横なってそこにいてくださいと言い、1時間ほどで話が終わりました。とても複雑な気分で家で何が起こったのかわかりません。翔士郎と私は視線を交わしましたが、彼は少し心配しているようでした。少し不安はありましたが、あえて多くは聞きませんでした。その後、両親は疲れ果てて重そうな表情で部屋から出て行きました。私の妹は家族間の不和が原因で家でしたが、それは解決したと彼らは私に言いました。私は安心したとともに、両親の努力に感謝しました。この出来事をきっかけに、家族間のコミュニケーションと理解がいかに大切かを知りました。私は外に出て妹に尋ねました。お姉ちゃん、なぜこんなことをしているの？妹は何も言わずただ夢見心地で前を見つめていました。そして悪夢はこうしてゆっくりと始まった。姉は最初は学校に行きたくなかったのですが、週5日が週3日になり、最終的には学校にも行かなくなりました。先生はわざわざ自宅に電話をして、学校を休校にする手続きをするように頼みました。妹は家では居候するようになり、態度がどんどんおかしくなっていきました。彼女は時々泣き、理由もなく私と口論し、ひどい時には私の頭に椅子を投げつけました。なぜ私たちの家族がこんなにおかしくなったのか理解できません。ある夜、両親は家にいなかったため、妹と私だけが残されました。リビングでテレビを見ていると、突然廊下から妹がゆっくり歩いてくるのが見え、手伝ってくれる？というので分かったと言って妹の後を追って部屋まで行きました。彼女は私にロープを見せて、これを解くのを手伝ってくれませんか？と言いました。私は一瞬呆然とし、不吉な予感が私の心を満たしました。しかし、私はロープを手に取り、それを解き始めました。ロープを解くと、何かがブロックされて、解放を待ち望んでいるような、奇妙な力がロープから伝わってくるのを感じました。ようやく紐を解くと、冷たい風が顔に吹き込み、心臓の鼓動が速くなり、背筋が寒くなった。私が無意識に顔を上げたとき、妹の目はうつろで恐ろしいものになり、口の葉に奇妙な笑みを浮かべているのが見えました。叫びたかったのですが、声が喉に詰まってしまいました。その瞬間、両親が突然帰宅し、このひどい雰囲気を中断しました。頭の中は混乱し、何が起こっているのかわかりませんでしたが、家の雰囲気がいつもと違い、不吉な容姿が漂っているのを深く感じました。シーリングファンに吊るしてくれる？と妹が突然頼んだのですが背が低くて吊るすことができませんでした。私は混乱して尋ねました。何と言ったのですか？なぜシーリングファンにロープをかけたのですか？妹は突然笑いました。はははははは、はどう思いますか？私の髪はすぐに逆立ちました。この人は誰ですか？妹？でも、彼女は背が低すぎて電話を切れないと言いませんでしたか？彼女の体は誰かによってコントロールされているのでしょうか？すると妹はゆっくりとベッドの端に座り、頭を下げたまま何も言わなかった。それから、彼女は突然顔を上げ、必死に叫びました。あなたの後ろに誰かがいます。
私は顔を向けてみましたが部屋には誰もいないことが分かりました。妹と私だけでした。私は、誰もいないのに、何を言っているのと言いましたが彼女は不安そうに続けました。部屋の中にずっと私を見つめている人がいます。私の首を絞めようとする人もいます。とても怖いのです。助けてください、私。その時ドアが開く音が聞こえました。お父さんが戻ってきた音のはずです。しかし、予想外だったのは、妹が私を突き飛ばしてドアに鍵をかけてしまったことでした。私はドアをノックして、お姉ちゃん、何してるの？早くドアを開けて。と言いましたが反応はなくただドア越しに妹のすすり泣く声が聞こえただけで無力感と恐怖で心はいっぱいでした。何が起こっているのか知りたくて心配していましたが、現時点ではドアの外に立って無力に待つことしかできませんでした。私の心はどんどん重くなり、妹の安否が心配になると同時に、言い知れぬ恐怖が私を襲うのを感じました。何してるの？ドアを開けて。と不安そうにドアをノックしましたが中にいた妹はどう思う？ははははははは、と笑い続けるだけで、慌ててリビングに駆け込むと、両親はパニックになっていました。彼らは私を見ました。彼らも不安を感じました。父は尋ねました。何が起こっているのですか？私は緊張して言いました。私の妹は想像できないことをするかもしれません。彼女はある種の陰謀に巻き込まれているようです。父は仏壇から直接細具を取り母は合鍵を持って扉を開けました。ドアが開いた時、妹はロープに頭を突っ込もうとしていました。お父さんはすぐに彼女を引き下ろし、呪文と詠唱を始めました。しかし、姉の表情は凶暴に歪み、泣き叫び、慈悲を乞い続けました。お父さんが突然、これはダメだ、私のアシュラムに連れて行きたい、と言い、私たちは急いで車に乗り、お父さんのアシュラムへ向かいました。到着後、父の師匠、兄貴分、弟分も同席しており、状況を見てすぐに行動を起こしてくれました。彼らはまずタツ砂のペンを使って妹の手、足、顔にシンボルを描き、衣服で覆われていないすべての場所を覆いました。それから彼らは輪になって祈り、呪文を唱え始めました。神秘的で厳粛な雰囲気に包まれ、強いエネルギーを感じ、この悪夢が早く終わることを祈りました。妹は同情で苦しみながらも、師匠や兄弟たちの祈りで少しずつ心を鎮めていった。何時間も祈り、呪文を唱えた後、妹はついに通常の状態に戻りました。心の中の大きな石がついに地面に落ち、感謝の気持ちになりました。この恐ろしい経験により、私は家族の絆と保護の大切さを理解するとともに、妹の安全に対する心配と気遣いでいっぱいになりました。物語は、母が緊張して泣き叫ぶ中、父が魔法を唱え始めるところから始まります。突然、妹が嘔吐し始め、赤、白、緑、そして最後に黒と様々な色を吐き出しました。彼女はますます嘔吐し、最終的には気を失いました。この嘔吐物はすべて骨壺に集められ、シールで密封されました。問題が完全に解決されるまで、プロセス全体は3時間続きました。妹が打ち倒され、彼女の小さな体が実際に30人の幽霊に占拠されていたことを知ったのは、さらに後になってからでした。このことから、これほど多くの魂が彼女の体の中で奮闘し、彼女の体を占拠しようとしているとは私には想像もできません。次に、お父さんの主人がその問題を調査し始めました。彼は霊を呼び出して壺の中の幽霊を調査したところ、これらの幽霊が実際には妹のボーイフレンドである、一見優しくて人柄の良い商売によってかけられたまじないであることが判明して驚いた。彼は私の妹が見ていない時に不思議な方法で呪文を唱えました。この発見は私たちに衝撃を与え、私たちはシャオバイを妹に近い人物だと思っていましたが、彼がこれほど凶暴であるとは予想していませんでした。今、私たちは新たな課題に直面しています。それは、これらの恐ろしい落下から逃れ、妹の安全を守る方法です。家族全員が信じられませんでした。
当時、シャオバイと姉は彼氏彼女の関係ではなく、姉がシャオバイに恋心を抱くようになったのは彼女が騙されてからだった。この出来事はまた、恋に落ちるということは、人の魅力を高めるだけでなく、相手の思考をコントロールすることもできるということを理解させてくれます。怒った私たち家族は、翔士郎さんと両親を急いで探しました。翔士郎くんの両親は全く知らなかったが、私たちの話を聞いた後、翔士郎くんの父親が翔士郎くんの顔を平手打ちし、真実を知った。翔士郎の父親は黒魔術師を知っていることが判明しましたが、この男の心は非常に邪悪で、誰かが彼を騙そうとする限り、特に愛については常にその効果を強化し、相手を殺し、相手の心を破壊することさえあります。魂、自分自身でコントロールしてください。翔士郎の父親はついに彼との連絡を絶つことを決意したが、思いがけず翔士郎は頭を下げたマスターに連絡した。翔士郎はもともと自分に自信がなかったのですが、間違った道を選択し、妹を彼に支配されてしまいました。私たちがそれを止めたくても、降伏した人は深くその罠にはまっていて抜け出すことができないので、私たちはどうすることもできません。私たちはこの事件に深いショックと憤りを感じ、妹を救おうと必死に努力しましたが、一見救いようのない状況に陥ってしまいました。翔士郎くんの両親も自分たちの無能さに罪悪感を感じていましたが、友人がそれほど危険な存在であるとは気づいていませんでした。翔士郎と妹にとって、この経験は人生において永遠の苦痛となる運命にあり、私たち家族全員が経験した重い試練でもあります。今、私たちは団結してこのまじないから解放され、大切な人たちを守ると同時に、周囲の危険に警戒し、同様の悲劇が再び起こらないようにするために可能な限りのことをしなければなりません。この経験により、私たちは愛の力がとても壊れやすいものであることを理解すると同時に、暗闇に隠れている危険性を認識し、自分自身と愛する人たちを守るために、さらに警戒しなければならないことを認識しました。私たちはシャオバイとは全く関わりたくありません。ただ妹の魂を救いたいだけです。結局、事態は落ち着きました。ことの隅から隅まで理解した後、私たちは父の道場に戻りました。突然、彼らは壺に呪文を唱え始めました。テーブルの上は地震や衝突もなく、極めて穏やかだったが、骨壺がドスンと音を立って始め、呪文の音がどんどん大きくなり、実際に骨壺が割れた。呪文も止まった。私は父に、父さん、あなた、今何をしていたの？と尋ねました。父は額の汗を拭いてからこう言いました。幸福ですからこれは持ち主に返さなければなりません。私たちはこの30人の幽霊を解放しました、足かせ。しかし、幽霊たちは間違いなく黒頭の元へ命を要求するでしょう。結局のところ、誰も支配されたくありません。その後妹は正常に戻りシャオバイと話しました。彼らは別れましたが、友達のままでした。シャオバイも妹に自分を変えて自分の性格を取り戻すためにもっと良いことをするだろうと言いました。この経験により私たちはブラックヘッドの恐ろしさを認識し、悪の勢力の前では家族の団結がいかに重要であるかを理解しました。今、私たちはこのようなことが二度と起こらないように警戒し、愛する人たちに危害を加える可能性のある闇の勢力に警戒しなければなりません。妹はついに自由を取り戻すことができ、ハッピーエンドです。今回の件を通して皆さんに知らない人や見ず知らずの人と食事をする場合は相手の真意がわからないので席を立つときは気をつけて安易な飲食はしないようにとアドバイスしたいと思います。同様のニュースは新聞でもよく報道されますが確かに意識を失ってホテルに運ばれた人もいます。本当に誰かを愛しているなら、卑劣な手段で束縛するのではなく、行動で守るべきだということを皆さんにアドバイスしたいと思います。他人や自分を傷つけた場合、輪廻の罰から逃れることはできません。あなたが今日犯した間違いは、根性で報われ、来世でもそれを追い続けることになります。物語はここで終わりますが、私は頭を下げることの魔法を深く感じています。
呪文は両刃の剣のようなもので、美味しい料理を作るために包丁を使う人もいれば、無実の人々を傷つけるためにナタを使う人もいます。もし魔法が使えたら、善人になることを選びますか、それとも悪人になることを選びますか？今日の話はここまでです。もっと超自然的な話を聞きたい場合は、コメントで教えてください。